最近修理が多くなってきたよね。で、これ以上下がらない。2月迎えて丸4年。そう、修理代ばっかね、車お金かかっちゃった。節約ですよ。実際にこの丸4年乗って何にどんぐらいかかったの？じゃあここまでのですよね、総額がだいたい19。なんか今日あれだね、キャンピングカー多いね。あ、そなんか反対側からめっちゃキャンカー来ようと。う？みんなどこ行くんだろうね。これ関越だからね、新潟方面に向かってんかな。じゃあみんな雪求めてんのかな。まあそれかその手前の群馬か、意外と高崎で曲がって栃木行くか。あ意外とこの先ルートあるからね。うちはそんななんか逆行してるけど、あ、そうなんだよね。入間に向かってるから。東和モータース入間店。何かとお世話になる入間店。なぜ入間へって感じ。今回はね、後部座席の窓のシェードの交換がね、しなきゃいけなくて。そうそう。まあいわゆる修理。やっぱね、ちょっとね、最近修理が多くなってきたよね。そうだね。修理っていうかメンテナンスかな。まあ新車で我が家も買いましたが、そう、丸4年が経った。丸4年にはなった。うん。で、まあ、走行距離が8万1000キロぐらいかな。約8万キロ。走って動いて使ってますからね。そう、だからいろいろとね、やっぱり、まあ疲労もね、劣化も出てくるし、大規模なね、修理っていうのは今までないけど、まあ小さいところがね、最近こうちょこちょこっと出てきたんじゃないかな。そうだね。キャンピングカーね、やっぱ乗ってるとどうしても少なからずはキャビンの部分でのメンテナンスも出てくるし、車としてのメンテナンスもね、それはどんな車でも一緒だけど出てくるから、まあ定期的にやってるね、エンジンオイルの交換とか、それ以外にもまあ、例えばタイヤを交換しなきゃいけないとか、タイヤもちょっと周期早かったりもするし、そういうところが、まあ、実際ね、キャンピングカーってどんぐらいメンテナンスでお金かかんのみたいなとか、どれぐらいの周期でそういうメンテナンスってしてんのみたいな、まあ、意外とこれも気になる点なんじゃないかなってね。今なんか飛び石だったけど、飛び石もまあ食らいますよ、そりゃ。窓ガラスの交換もね、大体どれぐらいするかっていうのもね、この間もちょっと話したと思うけど、だから今日なんかあれだね、何にどれぐらいかかったかみたいな、まあざっくりだけど、まあ、大体ね、こんな修理したとかこんなメンテナンスしたとかっていうのと、おおよそどれぐらいとかで総額で大体どんぐらいかかったみたいな、この4年間で。今日はそんな感じで緩めの車中泊もしながら。まあせっかくね修理したらその後ちょっとね車中泊に行こうかなみたいな、またとりあえずね、いつもお世話になってる入間店に行かないと。行きますか。はい、行きましょう。はい。到着です。今日はどこなんだろう。なんかいっぱいあるな、車。これね、窓こんな感じになっちゃうんで、入ってないんだ。でこれ以上下がらないあからこれを直してもらいます。あ、これよいしょ。はい、こんな感じで無事に窓、何年ぶりかの窓、いい感じで直りました。ふーちゃん久々やね、窓見たらね。ね、前回で窓見たの久々。久々だよね。全然ね、今までね開けないからね気にしてなかったけど、ずっと実は壊れてた。今回無事に直りました。よし、じゃあとりあえずね修理は完了。割と長いこといたね。まあ修理はそんなかかってないよ。そう、修理はそんなかかってない。修理自体は1時間ぐら1い。時間もかかったかかかってないかぐらいかな。この後どうするかだね。そうね。もうまだ決めてないからね。なんかね、うーちゃんが待ちぼうけしてて、米田に行きたいって言ってたから、まあ、とりあえず米だ。一旦ちょっと米田。まあ今日もともとそんななんかある予定ではなかったからのんびり。はい、米だよね。うーちゃん希望の米だ。ミートパスタ。
めちゃん食べた。バケット。パパは味噌パン。カツパン。全然違う。いただきます。よし。まあとりあえず米田は行って、なんかすごい都会に出てきちゃったね。ね、ここは入間の駅の方ってこと？かな。ぽいよね。入間駅ってあるんだ。なんだろう。でもなんか駅っぽい。駅っぽいよね。都会だな。意外と米田も混んでた。ねえ。でもういちゃんはなんか米田に行きたかったらしい。入間に来て米田に行ったことは一回もないんだけど。なんでいきなり米田なんだろう。でとりあえず米田も行ったし、ご飯も食べたし、なんかね意外とさパパ食べたやつボリューミーで、ね。なんかねもう結構お腹いっぱい今。なんとかサンドみたいなのはね、多分あれよ。いやなんかさ、ああいうのってさ、サンドイッチ系ってさ軽食なイメージだったの。いやいや、もっとなんかライトな感じかなと思ったら、なんか写真で見るよりかだいぶなんかヘビーなやつが来たなと思って、ご飯前の軽いご飯ぐらいの軽食のイメージががっつりご飯だったわって。うん。でなんかこの近くにそう。アクアリゾート入間あ、そう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 。っていうところがあったから、そこに寄ってお風呂入っちゃえばもうとりあえず何もしなくても大丈ただここでお風呂入った後、この後どうしようかっていう。夫。どこに行こうかっていうね。この辺でも道の駅とかないからね。どっか高速で行くかだね。戻るか。群馬方面向かっていくか。そうね。かな。まあ別に予定があるわけじゃないから、プラプラっと。でもあれなんだよね。お酒何も買ってきてないんだよね。じゃあね、おつまみとは別になんか安いお酒売ってたらコンビニでもいいから買ってかな。でもお腹いっぱいなんだよね今。そう。まあだから一回お風呂入っちゃう方がある意味いいかな。リセットされてるかなちょっとは。と思う。もうだってマジで今お腹苦しいもんちょっと。ワイルドワンあるんだね。本当だワールドワンがある。なんか何なの？来たことない場所散策するとやっぱ楽しいは楽しいの。こんなところにこんなものあるんだって。稲毛屋があるよ。ねえ、稲毛屋ってみんなご存知なのかな。稲毛屋ってあんまり聞かないよね。あと400メートル。あ、目の前のやつじゃない。あれか。どうやって入るんだろう。これを右に曲がるって書いてある。これ？これだね。これをそう。目の前から車来ちゃったけど。いや、どうも。どうも。で、入れるよ。これか。わ、いっぱい。すんごいね。人がすごい。芋洗い。ここも一応駐車場だ。これ駐車場じゃない。そこも駐車場？すごいね、なんか。出口って書いてあるから、すごいね、ここ。どこなんだろう。寒い。安い気がする。お風呂から上がってきまして、混んでたね。男の方も結構混んでた。ね、意外と女子の方も混んでた。ドライヤーはなんかやってられる時間なさそうだから、車内で。こういう時やっぱいいよね。ホタテンがあればできるっていうのがいい。まあホタテンがあれば別にね、キャンピングカーじゃなくても。そうそう。気づいたらアンズ上、やっぱコンソールのところでお留守番してたね。登れるようになったのにね。ね、クッション使ってたけど。お利口さんしてたの？見て。髪が長いからね。サラヘア。ほり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 。ねえママ。これ思うんだけどさ、充電器に見えんだけど。ね。コンセントね。コンセント。ご飯ですよ。ご飯。はい、どうぞ。最近もう食欲も落ち着いたから1日2食になりました。もともと食が細いのね。えらい、食べてる。
きましょう。結構混んでたねここねまあ、多分入間っていう場所がね人がいっぱいいるエリアなのと、ここなんかめちゃくちゃ安かったよね。安かった。500円だもんね。本当に500円なのっていうぐらい安かった。そりゃ人気か。そうだな。ただなんかここ来るまでのここだけ狭いね。そうこれちょっと大きいキャンピングカーは難しいと思うな。キャブコンがギリかな。駐車場は厳しいよね。厳しいね。ここはね、まあ別にここ入らなくても、わざわざね。そうまああんまり来ることはないと思うんだけどね。入間のね、だからこの辺ねあんま RV パークもないし道の駅もない。何かがない限りは来ない。ムーミンバレーパークのところのが RV パークあるかなっていうぐらい。なんか併設されてるというか、そこに温泉施設もついてるみたい。そうただまあそんなに近くはないよね。付近、この付近で考えたらあそこかなっていうぐらい。今日この後は道の駅もねこの辺ないんだよね。ないからちょっと群馬方面に向かうかな。まあそれでどっかしらのパーキングでやろうとしてたやつやってみようか。そうだね。お金制限付き。そうみんな今日お小遣い制だからね。お小遣い制おつまみで飲み物は金額別で。そうだね。飲み物だけ多分どっかのコンビニで買わなきゃいけない。そんなんでもいいんだ。あとはどっかの道の駅か。もうね時間的にも8時だからね。そうまあでもそういうのもいいね、たまには。まあじゃあとりあえず高坂まで行こうか。そうね。さああとちょっとで高坂だよ。高坂寄るの結構久々よね。高坂サービスエリアって結構大きいよ。大きいよね。ウルトラマンだっけ。なんかあったよね。トイレに行くのにさどこ止めようってなんない？駐車場広くて。そう広すぎてね意外とね前の方まで行かないとねお店が遠いんだよね。そう結構歩くよね。でもそんなかな今日はね。意外とこの時間もガラガラ。よいしょ。一回ここに止めて買い物行きますか。ね。なんでちょっと留守番ね。よしじゃあ行こう。よし行きましょう。あドッグランあるのここ。ドッグランって書いてある。ドッグランなんてある。そっちにあるんじゃない。さて高坂サービスエリア1人1100円です。ふーちゃんは550円です。お菓子担当です。お菓子担当。これ意外と限定的だよメニューがね。ふーちゃんはちゃんと計算してる。本当に何も手に取れないの。ギリギリいけそうだな。どうしようか。意外とギリギリや。1015円。ママ1051。無事に終了です。546円お菓子担当。すごいじゃん。一応一通り買ったということで、じゃあお会計。さあ買い終わりまして。どうなるか。後で発表です。金額は収まってるとは思うけど何を買ったかだね。そう寒っ。だから誰かさんがあだこうだ言うからさ。誰かさんってちょっとねちょっとでも品数少なかったね。そうコンビニで買ってもよかったけどね。ちょっとコンビニの方が面白かったかもしれない。コンビニ想像してた。思ったよりか少なかった。パーキングではお酒は飲めませんので、そうね。どっちにしろ一回降りるから。一回降りて。でコンビニも行ってどっかの道の駅。そうで晩酌ということで。はい。あんずはどうしてるかな。なんかこういうのも楽しいんじゃない。今度からもうこの価格にしよう。次はコンビニだね。次は1000円ね。お小遣い握りしめて。ふーちゃんね今回お菓子担当だからね。お菓子担当なのにさママもなんかお菓子っぽいの買ってたよね。だいたいあそこお菓子しか売ってなかった。意味ないじゃんね。
よし。ただいまず。はい、ただいま。よいしょ。ふーちゃんに言って。パパのタコだけ冷蔵庫入れといて。ちょっとね、高坂。結構難しかったよ。しかもなんかサービスエリアってさ、ちょっと物価高いじゃん。高なかなか大変だったよ。い。一番大変だったのは実はうーちゃんだよ。ね。うーちゃん550円っていうね、お菓子のみっていう。でもお菓子コーナーも物価高いから。お菓子だけじゃなくてよかったのに、別に。今度はコンビニとか。コンビニが一番いいかもね。ね。またなんかやろう。あとは何買ってきたかの紹介。だから飲み物は別だから飲み物だけ後で普通にコンビニで買ってそうかな。なんか窓が全開開いてると不思議だね。ママの場所を取りました。はい。じゃあそこでもいいよ。じゃあここね。うーちゃんの膝の上でも最悪。とりあえず買ってきたものをオープンしましょう。じゃあ誰から次誰からママ、うーちゃん、パパ。こちらね、領収書になっております。まあじゃあまずはママの。じゃじゃーん。熊谷メーカー。五花棒っていうの。五花棒ミニパック。こっちがね、これがね、397円。390円。まずは397円。で、極太うまみメンマ。いやこれでもね、最初マママジでねお菓子しか買わなかったからね、それはダメやっつってパパがこれにせえやっつってメンマにしました。1個のでっかいお菓子で終わらせようとしてたからね。いや終わらさすせようとしてがにそれはダメだろって。いやでもさ、ちょっとメニュー少なくてあれやこれやだったよ。でこれが600円。ここまでで997円。でもないよ。え？じゃあないわ。もうない。だって100円のものがないじゃん。その。はい、じゃあ次。はい、私です。じゃあうーちゃん。まずはこれですね。はい、こちらプリングス。プリングスが170円。次がパックンチョ。でパックンチョが、149円。ここまでで319円。そしてこれですね。トッポ。こちらが227円。以上のラインナップになっております。合計なんと546円。 4円。すごいですね。4円だけ。まず1つ目。はい、こちらですね。こちら日本橋どら焼き。はい、こちらですね。パパのが選んだのがタコ棒で、最後にこれはずるいよ。ごま油香るサクサク韓国風海苔天で、パパはこの3つで合計ですね1095円。すごー。パパは5円余り、うーちゃんは4円余り、はい、うーちゃん1位です。ママは100何円100円くらい余ってんじゃないかな。でお酒はちょっとコンビニで適当にパパッとね買ってきたから。そうなの。ちょっとママ渋そうなやつ、黒霧。なんかちっちゃい黒霧島500円ぐらいで売ってた日本酒。これをなんかね、せっかくだからね、これで扱いにしようかなって。まあちょっと冷酒で飲みながら扱うんでもいいかなって。まあ今日はねそんな感じで、なんとおつまみお会計2643円ですね。袋代5円入れてめっちゃ節約。もうねいつもなんか修理代ばっかね、車お金かかっちゃったから。そうなんです。節約ですよ。まあ、ちょっとこの後ね実際飲みながら車ね今までどんな修理をしたのかっていうのもねお話しできたらなと思っております。これはこのままでいいんちゃう。じゃあこれってこと？まあうまくうーちゃんがお菓子を飾るから。じゃあね、ちょっとこっちも準備はしているけれども、たぬきちをね久々に出したんで、これねたぬきちで、こいつを使うためには電源が必要だから、これをこのねポタ電でよいしょ。
と温めてる間にたぬきちに日本酒を入れて装着する。嘘でしょ嘘でしょもうかアンズすごい一人でくつろいでるけど。涼しいんじゃない？はい。よいしょ。あれさ、いくらだっけ？アンズがここで爆睡しております。気に入ってるのか安心するのか、なんか今日はここで爆睡こいてる。できました。お菓子パーティ半分はお菓子パーティーだね。ー。よし。おつまみタイムいただきます。久しぶりの。はい、いただきます。はい、はい、うちも自分のチョイスから入れます。あ、これメンマ美味しいよ結構。七味があったらなおよかった。メンマ。甘めのメンマ。そこまで甘くないか。熱？たぬきち熱いぞ。寒くない？そんなに寒くないです。ちょいて。じゃあたぬきちね。熱い。あ、でも全然美味しいよこれ。焼酎もさ、熱いのあるじゃん。熱燗みたいなやつ。美味しいよ。そうで、今日ほらちょっとさ話したけどさ、このボンイエス。も乗ってちょうど丸4年が経って車検も2回実際やったけど、あ、もう丸4年か。丸4年。今もう2月迎えてそう丸4年。そう2回車検やって、で多分ね今日のほら動画のタイトルにもあると思うんだけど、キャンピングカーって実際維持費いくらよって。まあ正直そのほら税金とかはさ、まあ別に普通の車と一緒だし、なんなら8ナンバーとちょっと安いから、そこはうちは3リッターのディーゼルターボなんだけど、エンジンとかによって、まあ、例えば2リッターの車だったら当然 2000cc の8ナンバーの自動車税だからちょっとまた違ったりもする。うちの場合は3リッター、普通の3リッターよりも8ナンバーでちょっと安いっていうので、実は普通車よりも安く維持できる。意外とね。そこは。それ以外のところ、実際にこの丸4年乗って何にどんぐらいかかったのって。今日ほら突発でちょっとご協力しちゃってるから、まあ、正直全部のレシートを追ってるわけじゃないんだよね。まあその中でじゃあ実際どんぐらいしたかで、メンテナンスの部分だけね、例えばスタッドレスタイヤでいくらしたとかそういうの抜きで、メンテナンスの部分だけでいくらしたかっていうと、まずさ、ちょっと前の動画でもあったけど、飛び石ね。飛び石。飛び石での窓交換。これは誰でも起こりうるやつだね。そう。これが多分一番高いと思う。我が家は車任意保険も入ってるし車両も入ってるんだけど、今回これを使わなかった、で使わないで実費で支払いしたんだけど、うちは8万未満で収まってるんだけど、実際はやっぱり8万から12万ぐらいしたかな。やる場所にもよるってことでしょ。それだけでやっぱそんぐらいお金かかってる、で交換してもらって、まあ、直近の整備でいうと、ブレーキパッド、これ4年目でね、ブレーキパッド初めて交換しました。残り溝、残の溝が実はね、3ミリぐらいはあったの。で、車検も通ったんだけど、まあ、泣きもひどいから一応見てもらって、まあ、交換しとこうかっていう感じで交換して、それがトヨタでやってもらって、1万9000円だ、まあ、約2万ぐらい。で、うちは交換してもらいました。これはでも別にもう、普通車だったらみんな同じように交換するから、うちの場合は4年目8万キロ。で交換でした。走った方なんじゃないですか。でもこれはね、なんかね、聞いたところ、車の使い方によって違うんだって。うち結構ね、高速ばっか走ってたから割と持ったらしくて。あ、そうなの？なんかね、これね、あんまりね、細かに乗ってる人は意外とブレーキ踏む回数多いから、そうするとやっぱ同じキロ数でも違うらしくて。そう、だから結構個体差もあるみたいだから、そこはね、なんかね、なんとも言えないみたい。ただうちの場合は、
4年目8万キロで1回だけ交換してます。でその前にね、うちも3年目か2年目ぐらいの時に、3年目ぐらいだったかな、燃料フィルター実は1回交換してます。黒煙がなんかちょっと出てるって言われて、燃料フィルターと、あとね、そのタイミングでギアのね ATF オイル、ちょうど6万キロか5万キロぐらいだったから、その時に交換してます。確かその整備の時に燃料フィルター ATF とあとね、普通のねオイル、エンジンオイルも交換しちゃったんだけど、それ全部入れて4万いかなかったと思う。4万弱っていうのを1回やってます。であとはエントランスドアね、このエントランスドア、エントランスドアは何回もバネ飛んでて、バネを自分で交換もしたり、バネの部品だけ買ってキャンカーの友達に変えてもらったりとかしてもらって、これも数千円ほどかかってる。これバネだけなんで数千円ぐらいです。コーチにやってもらうとちょっと高いかもしれない。であと窓枠交換ね、今日みたいな。これね。そう。ここだけの交換ね。そう。で今回ね、ちょっとね、実はね、これね、ありがたいことに、中古品じゃないけれど、ちょっとこう、余った品があったらしくて、それで安く譲ってもらってたんで、ちょっとね、ここもね、正確な金額がわかんなくて、もうおよそ数万、3万弱ぐらいかな。ちょっとわかんないけど。その時によるんだろうね。そう。新品だとちょっとわかんない。あとは、その前に、パワーステ交換も一回やってる。これはオートバックスでやってもらってます。これはね、パワーステがね、なんかね、ちょっと残量が減ってるってことで、一回、補充かな、これは。補充をしてもらってる。いや、これ5000円もいかなかったと思う。何千円ぐらいで、あとは、ヘッドライトね。ヘッドライト。この間の車検の時に、実はうち、ヘッドライトが通らなくて、車検で。なんでかっていうと、もともとね、ちゃんとカットラインが出てる、ちゃんと車検対応のヘッドライト、LED ライトつけてたんだけど、LED ライトの LED の一部が切れてたらしくて、で、それで車検通らないって言われちゃって、これね、ユーザー車検僕やってて、テスター屋さんっていうね、要は、車検を受ける前の予備車検みたいなのが受けれるところがあって、そこで見てもらった時にそれが判明して、で、僕は近くのオートバックス行って、カムロードに合う LED ヘッドライトを買い直して、で、それがね、確か1万ちょっとぐらいだったかな、車検対応のやつ買って。で、これもでも、物による1万円だったり2万円だったり、3万円するのはあんのかちょっとわかんないけど、だいたいそんぐらいはしちゃう。で、交換を頼んじゃうとまたちょっとそこでお金かかっちゃうんだけど、でヘッドライトのね、この物代だけがかかってると。だから前付けしたヘッドライトはカービィから使ってたから、長いことね。3年、だから丸4年は使ったのか。今回の車検で交換したから。カービィも入れたら5年ぐらい使ってたのかな。そうこうしてるうちに、大体丸4年で、じゃあここまでの金額ね、総額が、大体、19万ぐらいがかかりました。で、ただそのうちの大部分を占めてる窓ね。飛び石の窓。それが8万円なんで。フロントですね。そう。で、燃料フィルター、ブレーキが2万、4万ってそれぞれかかってるんだけど、ブレーキパッドで2万。燃料フィルターと ATF ね。と、エンジンオイルも変えて4万。で、これで6万なんで、大体の部分ここで占めちゃってるんで、実際だからそのキャビンだけ、このいわゆるキャンピングカーの設備の部分だけで言ったら、この窓枠交換とエントランスだけなんで、数万円です。3万から5万ぐらいの間で多分収まるだろうと。それ以外うちは実は故障してないです。してない。だから結構無敵だよね、ボン。新車から乗ってやっぱね、他の人よりかは多分この車使ってる率高いじゃん。そう。4年8万キロ乗ってても、多分当たりだったのか、マジで故障なかった。雨漏りもないし。なかったとか、今もない。電子レンジも OK、家庭用エアコンも OK。で、思い出しました。ちょっと電装系ですか、夏。熱持って変わらないねって言って。ファンが切れてたから、そのファンもあれファンね、自分で交換して買ったんですけど、あれね、2000円ぐらいだった。そう。だから、そういうのも、マイナーなところもちょこちょこやっぱ使ってればあるよね。そう。今回リチウムは一応改造になってるから、改造だと思ってるから入れてないんだけど、ファンは確かに壊れた。それはもう自分で付け替えたから、そんな大したあれじゃない。そう、でも、例えば電子レンジだとかエアコンだとかは壊れてないね。壊れてない。だから全然今も使えるし、マックスファンも自動だけど壊れてないし。マックスファンなんかさ、最初の頃言われたよね。自動のやつは絶対壊れるからなんて言われたけど、4年乗ってるけど全然平気だよね。そこまで使い切ってないのかね。どうなのか。冷蔵庫も全然冷えるし。そう。だからうちは総額で見て20万もかかってない。約20万と思ってもらったらいいか。
約、19万から20万の間ぐらいでうちは収まってる。ただそのうちの大多数は普通の車の整備としてお金かかるとこで、キャビンだけで言ったらもう数万円、3から5万円の間ぐらいでキャビンは収まってます。全員が全員同じケースだとは思わないけれど、うちの場合は新車で買って4年乗って8万キロ乗って、結果キャビンだけで言ったら4万円ぐらい。4年目の今日交換してるんで、それまでは数千円しかかかってない。見てこれもう綺麗だよ。そうそう。これをね、今日やってるから、なんか、プラス3何万だけど、それまでは、エントランスドアだけだから、ドアだけ。ドアだけで言ったら、もう本当に、バネの交換バネだけ買っただけだから、もう本当数千円。でちなみにシェードとかも、一番最初エントランスにさ、シェード折り目がついちゃってさ、なんかちょっとこう、畳むのがあんま綺麗じゃなかったとか、そういうのは新車で買ってる全部保証でね、直してもらえるから。確かにそうだね。新車保証の間に結構いろいろやってもらったっていうのはあるかもしれない。もっとこう手直ししてもらえたりね。これだってさ、なんか変な話、最初うちは硬いなって思ってね、これ開け閉めすごい硬いなって思ってて、テンション張ってて、でもなんかお店に言えば、お店がビルダーに言えばここ外してやってくれるらしいね。そう緩くしてくれたりとか、なんかできるらしいんで。うちはそれを放置したまま使ってパソンってやっちゃったけど、あんま気にならなかったんだよね。別にいっかみたいな。そんなここ開ける機会なかったからね。改造点って言っちゃうとリチウム入れたりとか、それ以外にもちょっと照明関係自分で変えたりとか、オーディオね、オーディオも全部変えたりとか、そうだね、ナビつけたりとか、そういうのもやってるから、改造を入れるとちょっとお金かかってるけど、それ以外のメンテナンスっていうだけ、ただ維持するだけだったらそんなかかってる。20万弱。誰かしょうがないよこれ。ちなみにでもカムロードはまだガラス安いから。いっぱいあって。これ輸入車のキャンピングカーだと高いらしい。これからね、キャンピングカーをね、買われようとしてる方はね、ぜひですね。うちが参考になるかわかんないけど、うちの場合はそんなもんでした。そうですね。だから、こっからまた年月経っていったら、また増えるかもしれないけど。あるかもしれないけど、今のところは。4年は丸4年経ったけど、そんなもんです。車検に関しては僕は2回とも自分でユーザーで通してます。でユーザー車検で通ります、ちゃんと。ビルダーさんのこのキャンピングカーなんで、1回の車検でかかってる費用ってテスター屋さんも入れて、6万ちょっと。ちょっとね、今ね、正確な計画出ないんだけど、でもね、6万数千円だと。で通るんで、2回通してるけど、2回とも合わせても12万。2回で12万だからめっちゃ安いと思うんですよ。で、その代わり浮いたお金で、普通の整備入れたりとか、例えばタイヤね、うちスタッドレス交換したりとか、そういうところにお金もかけて、タイヤの方にお金かけたりしてる。夏タイヤも1回変えてるし、冬タイヤも、冬タイヤは1年先で買ってるんで、最初の年持ってなかったから。今年で終わりかなぐらい。そう、3年、ちょうど丸3年ぐらい。そういうところでは、ちょっとお金をかけてはいたけど、そういう節約できるとこは節約してって感じかな。ちなみにエンジンオイルの交換とかはもっと結構頻繁にやってます。やっぱ5000円ぐらいかな。5000から1万キロの間で必ず1回買えます。1万キロ走っちゃった場合は、エレメントも買えます。ちょっとね、トヨタに言うと1万キロぐらいも走るって言われるんだよ。なんだけど、普通に車乗ってる人はやっぱり3000キロから5000キロで交換したよねって感覚が多分あると思うんですよ。特にガソリン車だと。僕もね、ちょっとそれに近しい感覚で交換はしてて、ちょっと伸びちゃった時は毎回エレメント交換してます。そう。ちなみにブレーキとかもね、東亜でも全然できます、実は。東亜モータース、足回りできる資格持ってるんで、ちゃんとそれもできます。ただ今回は、基本的に全体的にはできるってことできる。東亜全部できる。だから今回は実は近所のトヨタが、ね、たまたまやれますって話になって、今までできないって話だったんだけど、やれますっていうのをたまたま電話ももらったりしてて、ついでというか、じゃあ今回はお願いしますで、お願いして、すぐ3日ぐらいできるって言われたから、すぐ頼んじゃって。そんな感じなんで、ぜひですね。ちょっと参考になるかわからないけど、これからね、買う人はぜひ参考にしてみてください。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし。今日はママたち下で寝る？狭いと言いながらも下で寝る。すごいよね。この広さにさ、2人で寝てると思ったらすごくない？頑張って落ちないかな。セミシングルだからね、これ。よし、はい、おやすみなさい。はい、ママどうぞ。はい、大の字でこうやって寝るから。大の字で。ちなみにアンジュは今ここに。頑張って大の
何やってんだあいつら。あんちゃんはそっちね。あんちゃんちょっと待って。まだ準備してるから。よし。じゃあはい寝ますよ。寝ましょう寝はいましょう。じゃあうちゃんもあんずも。おやすみ。おやすみなさい。おやすみお。やすみバイバイ。あバイバイ。おはようございます。おはようございます。ご飯にしようご飯。ご飯食べようあんちゃん。お腹空いたね。ね。いけ。こっちだよ。なんか犬のドッグフードのカリカリの音ってちっちゃいクッキー食べてるみたいで美味しそうに見えるんだよね。ね。はい。おはようございます。じゃあバス。おはようございます。あれ？一匹いないけど。一匹朝ごはん食べて満足してまあ行きました。いや本当謎なのよ。なんでそこなんていう。そこ涼しいのかなやっぱり。いや景色見れるからでしょ。そういうこと人が大好きだからあんずは意外とそこの窓開けてたら楽しいんだろうね。楽しいんだと。見えるかあいつ。まあちっちゃいからね。前にいる方がさ周り見れるから楽しいじゃない。よしじゃあ一回パパッと片付けて。ここの道の駅さいっぱい物売ってたからさ、朝ごはんちょうどいいよね。うんいっぱい買ってこよう。うんでなんかちょっとそっち行ったら広場があってうん。お散歩できるの犬の。ああでそっち側も行ってみる。うん。まあ危ない。おいしいようになんかいろいろ野菜が野菜。ね深谷ネギ。これはお家用だよ。おいしいよ。朝ごはん向こうで買う？うん。食べたいな。うーちゃんでも食べるものがない。じまあとりあえず行こゃあこれ買っちゃおうか。う。コーヒーあった。コーヒー屋さん。あコーヒー屋さんあった？うんじゃあカフェみたいなのがあるの？カフェみたいな感じだったよ。あじゃあさっきのとこそこで買おうか。じゃあこれ道の駅はこれだけ買って。うん。パパネギフライでもいいマけど。マもネギ焼き食べたい。うーちゃんだね問題は。あこれあら汁だよ。大丈夫。あら汁イカタコ。あら汁1個買おうよ。いいよ。あら汁1つください。深谷ネギとマダイって書いてママ熱いの持ってくからさ。ある。はい。ネギ焼きフライを2つください。ブロッコリー。でもいいし、そっちにもある。うちがテイクアウトしてポンちゃんで食べる。あんじゃ俺そばんしちゃうからね。まだありました。まだ来ました。よし。じゃあ朝ごはんはフルオカベ。なんか面白いね。うーちゃんのホットサンドチョコバナナ。でこれなんだっけ？あら汁。マダイと深谷ネギのあら汁。美味しそう。深谷ネギのあら汁。これで深谷焼きね。そうネギ焼きそうね。フライとかなんとかっフライじゃないし。て。いや書いてあったよ。ネギ焼きフライって。じゃあ食べよう。はい。じゃあいただきます。いただきます。ママはカフェモカ。ハサミコーヒーね。さっきこれでした。パパのアフタのカフェモカ。あ美味しい。これだったらおにぎりでもいいね。ああ、まあね。細かく切られなんかおにぎり屋さんもあったよね。ここにね。であっち食堂もあったよ。ああ、そう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 。なんか深谷牛のなんとかとかうん。書いてあってなんか美味しそうと思う。なんかさ昔さ岡部一回来たじゃん。うん。その時に買ったよねこれ。うん。なんか買ったね。これか、なんか似たようなやつ。マヨネーズあったらあったで美味しいな。まあ、それこそお好み焼きっぽいかもしれないね。なんかここ意外といろいろある。うん。はい。桜エビ入ってる。パパは桜エビ好き。うん、桜エビ好きじゃないの。桜エビってさ、こんなにちっちゃいのにさ、私桜エビだからっていう主張激しいじゃん。それがいいんじゃない？桜エビが好きな人は多分それが好きなの。取ってください。ママは嫌だ。パパは好き。ママ好きじゃないんだよ。嬉しいね、お外行けるね。安全も行くよ。昨日ちょっと行けなかったからね。安全。よいし
川沿いのお散歩です。こっち側行こう。こっち側歩けない。そこ歩いてあの橋渡ってグッて行けばいいか。うん。ダッシュダッシュ。じゃあ行くよ。普通に歩いてあんじゃん。道の駅の裏側にこんな感じでちょっとした歩くところ。向こう側もね散歩してる人がいる。あんちゃんさ、全然散歩にならないの。あっち行ったりこっち行ったりで好奇心旺盛すぎちゃった。大人もね十分散歩や。あとうーちゃんの散歩だ。あ、でも結構いいとこやね。景色がいい。なんもないけどね、こういう景色が良かったりするんだよね。今最高気温がだいたい15度ぐらいかな。いい天気。15度ぐらいだったらね、歩いててもちょうどいい。さあ、ここで U ターンです。いい散歩コースだよ。そう。橋だね。道の駅はあの奥。これなんだろうな。何が？これ。ガラガラって止めるんだ。水でしょ？せき止めみたいな。うん。なんかドッグランとか連れて行きたいな。ね。でも呼んでも戻ってこなさそうだからドッグラン連れてっても回収できないかもしれない。じゃあ出発。出発すごい混み始めたね。岡部いいとこなんだよ、だから。道の駅路中というの初めて見て。ね。ここはサービスエリアですかみたいな。それぐらいね、入りきらない。なんか第二駐車場もあるんだけどね、どうなの？こっちもでもマンションっぽかったよ。向こうも？へえ。じゃあ今日はね、もうこれで予定は全て完了。予定なんかないけど。ない。車の部品を直しに行き、今までどんな修理をしたかとか、そう。そんな。と、うちの場合はね、4年8万キロはい。乗って、実際にね、どれぐらいメンテナンスとかで、修理代にお金がかかったかって。もちろんね、昨日紹介したところ以外ではね、オイル交換とかガソリン代とかそういうのもね、どんな車でも一緒なんでかかっちゃうんですけど、それ以外のところではそんなもんと。で、しかもほとんどが車的な原因ね、このね、窓ガラスとかね。そうね。とか、ATF の交換とか、燃料フィルターの交換とか、ブレーキパッドの交換とかも大部分はそこなんで。カムロードのところってとこで。そう。これはもう普通の車もみんな一緒です。で、別にキャンピングカーに限った話じゃない。だし、なんならちょっと多分安いんじゃないかな。8万キロ走って、ブレーキ交換1回、パッド交換も1回だし、安い方だと思うな。で、そんなにね、言うほど身構えなくても、このキャンピングカー、キャブコンね、日本の、カムロードのキャブコンは、全然問題なかったです。細かいこと言うと、なんかこうね、ちょっとしたね、メンテナンスっていうか、昨日言ったけど、扉のとこのさ、シェードの修理とかさ、なんか最初の頃ね、エントランスのライトがつかないとかあったんでね。でもそういうのとかももちろん新車で買ってたし、あれぐらいは多分ね、中古でも保証してくれるんじゃないかな、すぐだったら。そうね。とは結構そういうのね、やってくれるんですよね。ごまごまやってくれる。だからそういうのもあって正直全然お金はかかってないし、だからね、今後もね、もし車をね乗り換えることがあればまた多分東和で買うんじゃないかなっていうぐらいね、今までねいろいろ面倒見てもらってます。はい。なのでね、今回ねそういったところが、前回ねキャンピングカーね、中古のキャンピングカーはこんなんだとかね、新車はこうだとかって紹介させてもらったんですけども、今回はですね、このメンテナンスの部分ね、維持の部分とか、そういったところをね、ちょっと簡単にですけど、紹介できたらなと思って、動画を撮影いたしました。この動画がいいと思ったら、ぜひですね、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと最近忘れがちの、ハイプ機能。ハイプ。ウェイってやつでしょ。そう、ぜひですね、そちらもね、していただけたら嬉しいです。嬉しいです。はい。はい。ということでね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたね。じゃあまたね。バイバイ。